皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。台湾発展の基礎を築いた日本人、その1回目、六子先生の墓です。本日のポイントです。台湾に六子先生の墓というのがあります。これは台湾人たちに厚く慕われた6人の日本人教師たちの墓です。彼らは台湾を文明国家とするために捨て石となった人々でした。今日、台湾は世界経済に大きく貢献しています。その基礎を築いたのが台湾の教育に貢献した本日の六子先生です。ここからは久保有正著、神に愛された国日本から引用させていただきます。この本は私が YouTube を始めるきっかけを与えてくれました。私は日本人でありながら、長年日本の歴史にさほど関心がなく、ごく一般的な考えしか持っていませんでした。この本はそんな私を日本人の本来持つ素晴らしさに目覚めさせてくれたのです。そこで私は退職後、不慣れなパソコンにチャレンジし、熟年 YouTuber となって、少しでも多くの方々に日本人の尊い生き方をご紹介したいと思うようになりました。早1年余りが経ちます。ライフワークとして毎回、宝の箱を開けるように皆様にお届けできることを幸せに思っています。時は台湾が日本の領土となったばかりの頃です。当時の台湾では、ほとんどの民衆は学校に行ったことがありませんでした。人々は字も読めず、言語もバラバラで、教養もほとんどありませんでした。日本は台湾を文明国家とするためには、まず教育を普及させなければならないと考えて、優秀な先生たちを台湾に送り込みました。しかし、当時の台湾は、まだ非常に危険なところでした。各地で暴動が起こっていた時期だったのです。日本人の6人の先生たちは、教育を普及させるために、命を懸けて台湾で働くことを誓い合った人々でした。彼ら6人は、今も台湾では、六子先生と呼ばれて慕われています。1896年、今から125年前の元旦に事件は起きました。元旦の祝賀に参加しようと出かけた6人の教師たちを突然、暴徒たちが取り囲んだのです。6人はひるむ様子を見せず、彼らに台湾での教育の必要性を説きました。しかし、決起に入る暴徒たちは、日本人教師たちに襲いかかって、全員を惨殺してしまったのです。その後、台湾の人々は、この6人の教育者精神に深く感謝して、事件があった死山岩に神社を建てて、彼ら六先生をお祭りしました。以後、この死山岩の地は、台湾の教育のメッカ、聖地と呼ばれるようになったのです。その後も、台湾にやってきた日本人教師たちは、六子先生たちの精神を汲み、台湾の人々に深い愛情を注いで、教育の向上に尽くしました。その後、日本が戦争に負けると、日本人は台湾から引き上げなければならなくなりました。代わりに台湾に入ってきたのは、大陸からやってきた蒋介石率いる中国の人々でした。日本人教師に代わって、台湾の学校の教師として講談に立つことになりました。彼らの教育は、かつての日本人による教育とは似ても似つかぬもの、反日教育でした。つまり、日本の否定ですね。台湾がなぜ戦後も発展していくことができたのでしょうか。それはやはり、かつての日本統治時代の優れた教育が台湾に施されていたためです。台湾発展の基礎となったのが、自分の命を投げ出してまでも、台湾の教育に身を捧げた
六子先生たちであり、また、その後の日本人教師たちでした。以上です。ここからは、六子先生の責任者であった伊沢修司のご紹介です。彼は、文部省に勤める傍ら、明治12年、東京師範学校校長、20年、東京音楽学校初代校長など、明治の教育界の先駆者的役割を果たしました。小学唱歌を編集して、小学校に音楽教育を導入した功績もあります。仰げば尊しは、伊沢の作曲と言われています。新領土台湾では、教育こそ最優先にすべきだと信じ、台湾行きを決心しました。日本統治前の台湾は、清国警官に対する住民の反乱が繰り返されていました。また、奨励という風土病の地と呼ばれ、平定に向かった日本軍5万人の約半数がマラリア、赤痢、コレラなどの病に侵されたほどでした。そのような土地に、まず教育をという伊沢の覚悟は、陽動のものであったと思われます。伊沢のような日本教育界の中核的人物が惜しみもなく投入されたところに、明治政府の台湾統治への意気込みが伝わってきます。伊沢は6月26日、地元の有力者を集めて、自分たちがここに来たのは戦争をするためでも、偵察をするためでもない。日本国の領民とするために、教育を行うためだ、と説いたのです。学校では日本人教師と台湾人生徒が同じ部屋で寝食を共にし、日本語教育だけでなく、礼儀作法なども含めた全人教育の場とされていました。現代の台湾の卒業式の動画がありましたので、一部ご紹介いたします。日本と同じ仰げば尊しのメロディーが流れ、先生が生徒に握手、あるいはハグしている姿は日本と同じです。次に、六子先生と呼ばれる教師は次の6人です。香取道明、山口県38歳。初代群馬県令、香取元彦と吉田松陰の妹、久の次男。以下5名です。20代が4人もいます。全国でえりすぐられた人たちでした。皆若いですね。筆頭の香取道明は、幕末から明治維新に多大な影響を与えた教育者、吉田松陰の血を引いています。松陰もまた、日本の教育に命を懸けたのです。彼らの台湾の教育にかける犠牲的精神は、死産願精神と言われ、人々の間で語り継がれるようになりました。この死産願精神は、当時の台湾教育者に大きな影響を与えました。台湾の学齢児童の就学率です。統治直後、総人口の 0.5 から 0.6% しかありませんでしたが、1943年頃には 70% にまで向上しました。また、識字率は1945年、つまり終戦の頃には
92.5% にまで向上しました。これが台湾が経済発展をする基礎となりました。今日、先端技術である半導体製造の世界の上位3位と11位に台湾は位置しています。1930年、昭和5年には至山岩神社が創建され、六子先生をはじめ、台湾教育に尽じた人々が1933年、昭和8年までに330人祀られました。そのうち台湾人教育者は24人います。境内には六子先生を合葬する墓があり、社殿には六子先生を追悼して、伊藤博文記号、つまり毛筆による学務官僚遭難の日、1896年7月1日建立が建てられました。毎年2月1日には慰霊祭が行われ、至山岩は台湾教育の聖地、メッカと呼ばれています。これからは六子先生のお亡くなりになられた時の状況です。台湾の人たちの中でも、いわゆる卑族と呼ばれる一部の地元の盗賊団が日本統治に反対し、武器を手にして激しい抵抗を繰り広げていました。この反日運動は7年も続き、約2万4,000人もの死者が出たと言われています。まさに台湾全土が火の海に包まれた状態でした。伊沢たちは学童、つまり校舎に泊まり込んで、教科書や辞書の編纂、教育制度の検討などの作業に没頭していました。台湾教育の一から、教育の基礎となるものの全てを自分たちの手で作成していたのです。事件は、至山岩学童ができた翌年、1896年の元旦に起こりました。日本に反発していた盗賊団のゲリラが一斉に反乱を起こし、至山岩を襲撃したのです。ゲリラたちの不穏な動きは、実はその前から察知されていて、教師たちは避難するように進められていました。しかし彼らは、身に武器を持つことなく、民衆の中に入っていかなければ、教育というものはできるものではない。もし我々が襲われて準ずる、つまり死することがあっても、それはかえって台湾の生徒や人々に日本国民としての精神を具体的に見せることができるという言葉を残し、死を覚悟した上でその場に居座ることを決めていたと言います。その時、伊沢ともう一名は教師募集を兼ねて日本に帰国中で台湾に不在でした。留守を守っていた香取道明以下6名の教員たちは逃げるようにと勧められました。しかし、香取の答えは、我らは教育のために尽くし、教育と存亡を共にするのみである。死して余栄あり。余栄とは死後にまで残る栄誉のことです。実に死にがいあり。結局6名とも殺されてしまいました。六子とは6人の武士、まさに武士の姿です。教員たちの遺体は地域の住民たちの手によって学童近くに埋葬されていました。このような事件があっても、日本の台湾への教育の情熱は変わりませんでした。むしろ、彼らに続けとばかりに、志高き日本人教師たちが続々と台湾へ向かったのです。戦後、台湾にも長い間、反日教育がなされ、反日的な人々が増えました。しかし、李登輝氏が首相となり、日本の名誉回復を図りました。彼は日本の教育を受け、京都帝国大学、現在の京大を卒業。帰国後、台湾の発展と日本との橋渡しに尽力したのです。私は22歳まで日本人であったと語っています。日本の分け隔てない教育は台湾の将来の首相を育てたのです。私たちには忘れてはならない。どうしても
語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、自己犠牲の精神でした。イエス・キリストは十字架を前にして、ご自身の死を予告されました。種が地に落ちてやがて豊かな実を結ぶように、ご自分が人間の罪の身代わりに死ぬことで、全人類の祝福となる。これは自己犠牲の象徴的な意味です。そして次のような言葉を残されました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。新約聖書ヨハネの福音書12章6節。世界が植民地支配に明け暮れ、有色人種を人間とも思わず、奴隷のように支配していた時代に、私たち日本人は、この自己偽装の精神を備えていたのです。それをアジアの国々に実際に示してきました。それでは、なぜ日本がこのようなことができたのでしょうか。二つの理由を掲げることができます。その第一は、日本は台湾をはじめ、統治した国々を日本と同一に見なしたのです。いわば、家族として扱いました。それは韓国に対しても同様でした。戦時中の厳しい経済情勢にもかかわらず、国家予算を割いて復興に貢献しました。見返りはほとんどないにもかかわらず。ここが、欧米植民地支配とは異次元の世界です。第二は、教育の重要性を認識していた点です。台湾に貴重な人材を惜しげもなく注ぎ込んだのも、この点にありました。六子先生が語った。我々は教育のために尽くし、教育と存亡を共にするのみである。死して余栄ありに言い尽くされています。六子とは6人の武士という意味です。日本の武士道の精神が明治時代、多くの日本人になお息づいていた証です。終戦後、戦前の日本の教育が否定され、反日的となりました。GHQ に奪われ、その後、日教祖が反日教育を行っています。日本の根幹が否定され続けているのです。経済は復興を遂げました。しかし、日本の精神の復興は教育の回復にあります。改めて、日本人であることの誇りを語り継ぎたいと思います。それでは次回のご案内です。台湾発展の基礎を築いた日本人、その2回目。台湾ダム建設の八田与一です。次回は58回目12月4日土曜日です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。